時には振り返ってもいいよね。アズパンです。今回のテーマはアズパンの時計紹介です。いつもと違って雑談っぽい感じで話をさせていただこうと思います。YouTube を始めて約1ヶ月になりますが、多くの方にご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録やコメントも嬉しいです。このチャンネルでは普通の会社員ができたことを振り返っています。始めたばっかりですので、ロレックスについてがメインとなっておりますが、興味があればチャンネル登録をお願いします。私が持っている時計はこちらになります。時計ケースにきっちり収まって全部で6本です。ロレックスが5本とグランドセイコーが1本。以前に紹介した動かなくなったワイヤードとバーバリーは横に置いておきますね。最初に時計に興味が出てきたのが2017年頃でした。ゲームだとスプラ2とかゼルダのブレワイが流行ってた時ですね。高級腕時計の知識は全くなかったので、ビジネス用と割り切って時計を探していました。コスパがいいものを重視してましたね。ファーストロレックスを購入したのが2021年なので、2024年までの3年間は半年に1本ペースで購入してます。少し購入のスピードが速かったかなと思っているので、今後はもう少しゆっくりにしたいと思ってます。総額はだいたい800万円ぐらいになりますが、購入資金の貯め方については以前に動画でざっくり説明してます。ぜひこちらも興味がある方はご覧いただければ嬉しいです。ロレックスの購入店舗に関しては1店舗ではなく複数店舗で購入してます。それぞれの店舗に運営方針があるかと思うので、購入店の公開は控えさせていただこうと思っています。では購入順に紹介していきますね。1本目はグランドセイコーのSBGV021 ですね。仕事で必要になったのでいい時計が欲しかったんですが、正直に言うとまだ目立つのはちょっと不安でした。会社員あるあるですが、30代で高級時計をすることに関してはよく思わない方もいました。ちょうどセイコーと GS のダブルロゴがGS に変わるタイミングだったんですが、セイコーの表記を探していました。時計好きが見れば GS っていう風に分かりますが、知らない人から見ればセイコーなんで目立たないかなと思ってます。着用して7、8年になりますが、悪目立ちしたことはないですね。ビジネスメインですが、観光総裁も使いやすいです。ロレックスを買うまではこれ1本で着用シーンに困ることはありませんでした。クォーツなので電池交換が3、4年に1回あって、その期間は時計がないので困ります。ネットの手続きで送付キットがもらえるので、手間はそんなにないんですが、地味に維持費がかかっています。今でも現場作業するときとか外泊するときに使ってます。2本目はデイトジャスト41126300ですね。機械式時計としては2本目なんですが、実は1本目のプレサージュは精度に満足できずに手放してしまいました。なのでロレックスといえども購入直後は精度の不安がありました。で、日差が10秒とかあったら、GS をメインにしようかなというふうに思ってました。使って1週間ぐらいでほとんど日差がなかったんで、ロレックスはすごいなと、実用時計の最高峰だなっていうふうに感じました。予算は50万円ぐらいで考えていたので、背伸びしてエクスプローラーかなというふうに思っていたところ、デイトジャストの購入はちょっと無理した感じです。ロレックスを買っておいて言うのもなんですけども、デイトジャストはエクワンよりは目立たないかなというふうにも思ってました。人気もあってエクワンは買えませんでしたが、ファーストロレックスはデイトジャストで良かったかなというふうに思ってます。オイパペでも良かったんですが、ジュビリーブレスとデイトのことを考えると高くても納得です。デイトジャストも本当に万能で着用シーンで困ったことはないですね。3本目がエクスプローラー2の226570です。前の2本があるのでメンテナンスを含めてもビジネスでは隙がない状況でした。3本目にして趣味時計です。新型コロナのタイミングで在庫が全くないのに
ロレックスには行列ができていて、皆さん在庫確認だけして退店みたいな時期でした。並行店価格もバブルみたいになっていた記憶があります。デイトジャストを購入したばっかりだったんで買う気もなかったし、欲しいコレクションも決めてませんでした。海外の仕事がメインだったので GMT 機能があれば便利かもしれないなっていうふうに思ってスカイドエラーに興味を持ってました。デイトナありますか？在庫確認してきます。ありませんでしたみたいなやり取りに店員さんも疲れてたんですかね。チェリーニのデュアルタイムを見ている私に声をかけてくれてエクスプローラー2を提案してくれました。白文字盤でダイヤルかぶりでもないし、初のプロフェッショナルモデルでとにかく嬉しかったですね。もともとエクスプローラーが欲しかったっていうこともあって満足してます。ただ一番今出番が少ないですね。持っている方はわかると思うんですが、日付を合わせるのがぶっちゃけ手間なんですよね。心に余裕がある時とかに使ってます。で、4本目がサブマリーナのノンデイト124060ですね。これも狙って買った時計ではないです。ただ3本時計があるとウォッチバインダーを持っていなければ日付調整が手間なんですよね。次に買うんだったらノンデイトがいいなというふうに思ってました。エクバンでもいいんですけれども、エク2を持っているので、どうしようかなっていうふうに考えてた時期でした。ロレックスのノンデイトって限られるんですよね。デイトナとかヨット2とかサブマリーナとかオイパペぐらいですかね。決め打ちはしてなかったです。購入まで2年ぐらいかかるって聞いてた時期だったんで、ゆっくり考えようと思ってました。ただ時計好きなんで、時間があれば散歩でいろんなブティックに行ってました。そんな時に、誕生日で立ち寄ったロレックスで提案があったと。自分の生まれ年の時計をされる方もいらっしゃいますが、誕生日のギャランティーって嬉しいですよね。一つの記念になりました。休日のメインはもうサブマリーナですね。今のコレクションから1本だけにするんだったら、サブマリーナにしてしまうぐらい気に入ってます。で、5本目。5本目がスカイドエラー336934の青文字盤です。ロレックス購入において唯一狙って購入した時計です。仕事用として考えてたんですけども、日常使いになるのはもう少し先かなというふうに思ってます。画面越しで伝わるかどうかわかんないんですけども、こうやって並べてるとスカイドエラーって本当に特別感と存在感があります。ホワイトゴールドの輝きがそうさせているのか、フルーテッドベゼルの特徴なのかわからないですが、ワンランク上の時計に見えます。サイズが大きいので会社にしていくとちょっと目立ってしまうので、今はイベントの時とかに使ってます。仕事用っていうよりはむしろプライベートで着用する場面の方が増えてきました。カジュアルな服装や夏場はサブマリーナが多いですが、ジャケットスタイルの時はスカイドエラーしてます。マズパンといえばスカイドエラーみたいなアイコニックな存在になれば嬉しい時計です。最後に6本目のデイトナです。126500N の白文字盤です。むちゃくちゃかっこいいですね。見てるだけでうっとりします。言葉で説明するのは難しいんですが、1本の時計なのに着用シーンや人によってギャップがある時計だと思います。例えば仕事で着用するときには切れ物を演出することもできる一方で、遊びで着用するときには優しさとか楽しさとかを感じます。時計のバランスが絶妙で、かっこいいとかわいいが共存している唯一無二の存在なのかなって思ってます。デイトナを着用しているだけで生まれる信用や信頼も感じるので、腕時計っていうよりも現代の王冠なんだなって思ってます。印象はそれぞれだと思うんですが、持っている人は少ないのに知っている人が多い不思議な存在です。エクスプローラーやサブマリーナは知らなくてもデイトナは知ってるっていう人はたくさんいました。デイトナ自身を知らなくても実物が見たら欲しくなる時計だと思います。今でも手元にあるのは信じられないくらいです。
動画を見て欲しくなった方はロレックスの沼に片足入ってます。次の休みに近くのロレックスブティックに並んでみてはいかがでしょうか。もうすぐ新作発表の時期なので3月は少し入りやすい気がしてます。